こんにちは。なんかこの方が明るいな。はい、蓮見です。よろしくお願いします。Build Your Own SQLite 3というタイトルで発表します。ですね、先にアンケートをやってますんで、SQLite 皆さんどう発音してるか、ツイッターでアンケートしてるんで、ぜひ答えてください。まあ大体体制は消してるんですけど、僕はその3番目の SQLite で今日いきますね。SQLite 3について、今日に関係あることについて言いますけど、まずソースコードがパブリックドメインというライセンスっていうかライセンスがないパブリックドメインになってて、商用利用が無料でできるとか、実装上の特徴としてはシングルファイルデータベースなんですよね。ファイルコピーしてくればバックアップができるっていう形で、皆さんRails 入すると最初ついてくるんで使ってると思いますけど、使ってないから今 Docker だから、もしかして若い人使ってない、いわゆるクラサバ形式じゃないですよ。で、小リソース小さいリソースで使える割にはパフォーマンスはいいと言われてて、エンベディッドシステム、組み込みシステムで使うのに良いとされています。エンベディッドシステムって何かってよく聞くと思うけどよく分かんない。広いんですよね、意味が。カーナビに使われてたり、あと皆さん Android、iOS のアプリの中に SQLite3 データベースを置いたことある人いると思います。それから Rails の中に例えば郵便番号データのファイル SQLite3 データベースを置いて、アプリサーバー立ち上げれば、それも見方によっては SQLite3 を組み込んだアプリケーションっていうことが言えると思います。それからブラウザにも載ってますよね。ブラウザのローカルのデータベースが SQLite3 ベースで作られていて、今 WebAssembly ベースで新しいものが作られています。それから今日話すワンチップマイクロコントローラーのための組み込みも可能なんですよ。で、大きく2つに分けられて、上が OS のサポートを借りて動いてます。下は OS のサポート借りてないんですよね。ブラウザ上の場合はブラウザ上のバーチャルファイルシステムとやり取りすることで、WebAssembly、去年家庭の医学くんさんが作ったのと同じようなやつを多分 Google の人たちも同じことやってると思うんですけど、それを相手に SQLite がやり取りする。で、今日はですね、ラズパイピコっていうか、この真ん中の黒い8ミリぐらいのチップ RP2040 っていうものの上で動かします。 RAM が 264KB、OS はないです。 OS ない代わりにピコルビーが必要なことを全部やります。でピコルビーって何かっていうところで、ここで自己紹介を挟むと、ピコルビーっていうのは僕が作っていて、 PRK ファームウェアっていうですね、キーボードのファームウェアも一昨日松本さんも言ってくれましたけど、 MRuby がキーボードの上で動くっていうのはこれのことです。でそれを作ってます。それから MRuby/C という、そのピコルビーのバーチャルマシンの、別のプロジェクトなんですけど、それのコミッターもやってて、あと CRuby の IRB とリラインのメンテナもやらせてもらってます。福岡 Ruby アワード2回受賞おめでとう、Ruby プライズ最終ノミネートおめでとう、働いている会社が最近上場したモンスターラボという会社です。おめでとう。でなんと宣伝、モンスターラボの小崎さん今日来てないんですけど、小崎さんが技術顧問になってくれました。今月 CRuby コミッターで Linux カーネルコミッターでマロックで有名なマロックに得意な小崎さんです。じゃあデモをします。どれだ。デモはこれでやるんですけど、とりあえずキーボードじゃなくてマイコンとリアルタイムクロックとSD カードがつながっています。来た。ピコルビーっていうシェルが立ち上がりました。これ、去年の Ruby World カンファレンスで見せたので詳細は言いませんけど、マイコン上で動くシェル環境です。例えばで SD カードマウントしたんで、ちょっと SD カードのある場所に移動して、ls コマンドを打つと、さっき作ったやつがテストで作ったやつがいるんでちょっと消します。テスト RB RM 消します。なくなった。ちょっとジャーナルファイルは見なかったことにしてください。で時計もつながってるんで
時間も出る。見えますよね、字の大きさ大丈夫で IRB にしました。ここから Ruby です。Ruby なので put.s hello とかもできる。で、require SQLite3 でします。つまりなんか普段皆さんが使っているのと同じようなやつですね。データベースを作ります。SQLite すげえ緊張する、手が震える。データベースニューテスト DB 作ります。で、DB に対してエグゼキュートメソッドでセレクト、例えば SQLite マスターテーブルを見てみるとないfrom か空っぽなんで何もないと。でクリエイトテーブルテストテーブルを作ります。ID がインテジャー、どうしようか、別にやんなくてもいいんだけど、プライマリーキー、ネームカラムがテクストでやると作れて、どうしましょう。いきなりインサートしてもいいんだけど、ステートメントを作りましょうか。プリペアインサートイントゥテストネームバリューズでハテナってしてここがプレイスホルダーになるわけですね。で STMT ステートメントに対してエグゼキュートなんか名前を入れましょう。マリオとか入れますよね。あとルイージとか入れますよね。入れますよね。で入ってるか確認してみますけど、エグゼキュートセレクトフロームテスト入ってるかな。入ってる。リザルツアズハッシュ、やっぱり僕らハッシュの民としてはこれがフォルスなのでトゥルーにすると結果がハッシュで返ってくる。ここまで完璧に、CRuby の SQLite3Gem と同じです。でこれができたので DB をクローズして時間あるかなこれ。しまった。ですね。これを持ってくるの忘れていた。右でなんかバグってるのはラビットなので気にしないでください。で字が小さすぎる。どうやったら大きくなるんだっけ。ちょっと分かんなくなった。できそう。逆になる。なんだ。来た。CD メディアに行きましょう。SD っていうディレクトリをあらかじめ作っておいたので、ここにsudo がいるか、マウント、タイプが vfat で、多分デバイスの SDB1 ちょっと当てずっぽうでメディア SD に今ね、このさっきの SD カードをパソコンにマウントしようとしてるんですよ。こっちはもうパソコンですよ。書き込み可能。やっぱりパソコンとかいる。できたっぽい。CDSD テスト DB いる。だからこっちでも IRB を開いてSQLite3 を開いて DB SQLite3 データベースオープンテスト DB エグゼキュートセレクトフロームテストってして出れば、つまりファイルがマイコンとちょっと最後のトランザクションが入ってなかった、すいません。だけどこうやって共有できることが分かった。やった。ここまで来ればこっちのもんで、あとは説明をするだけです。
SQLite 3は簡単にビルドできるんですね。これパソコン用にビルドするときは GCC のシェアードの FPIC とかやってやれば libSQLite 3が作れる非常に簡単にビルドできるものです。ただコンパイルオプションがめちゃくちゃ多くて、つまりいろんな用途に対応するためにあって、これを一個一個説明しますね。嘘です。一個だけ説明します。SQLite OS Other っていうやつに0を渡すか1を渡すかです。普通は0なんですけど1を渡すことで特殊な OS とか特殊じゃないのは Unix、Windows、OS2 って書いてあって本当に OS2 対応してるのかなと思ったんですけど、つまり僕たちは今これからこれに1を渡してビルドしたいわけですよ。で1を渡してビルドしたいとなると、この SQLite 3 OS init カーソルって見えてるを供給してあげなきゃいけない。SQLite 3 OS init っていうのは雑に書くとこんな関数でコンフィグなんかメモリ関係のコンフィグをしてます。でイニシャライズっていう何やってるかよくわかんないのを呼んで VFS レジスターってのを呼ぶんですけど、その VFS レジスターっていうのがこの SQLite 3 VFS 構造体の何か MyMem-Methods っていうのはSQLite 3 Mem-Methods 構造体の何かなんですね。アーキテクチャをざっと説明すると左がパソコンCLB でデータベースオープンを呼ぶと CLB の SQLite 3モジュールの中で SQLite 3 オープン V2 って関数が呼ばれて、さっきビルドした libSQLite 3が、ダイナミックリックで呼ばれて内部でオープンシステムコールを呼んで、なんか難しいことが動く。で右がこのマイコンですね。 SQLite 3データベースオープンを呼ぶと、呼ばれる C の関数は同じなんですけど、要するに全部ピコ Ruby で何とかしてあげている。Ruby とハードウェアしかないという状況です。でここで何が起きているかっていうのはこれから話すことで、結論を先に書くと、僕のタイトルの概要にもあった通り VFS レイヤーっていうものを作ってあげることで、標準の左のパソコンの場合は VFS レイヤーは SQLite 3のソースコードの中に含まれているけど、それ以外の環境に向けては自分で作ってあげなきゃいけない。これはドキュメントからのコピペなのでちょっと日本語で言うのめんどくさいから英語でそのまま言うと The module at the bottom of the SQLite implementation stack that provides portability across operating systems, blah blah blah. Hence, porting SQLite to a new operating system is simply a matter of writing a new OS interface layer of VFS っていうふうに書いてあります。VFS を作れと書いてある。じゃあ作りましょうと。で構造体をいくつか用意しなくちゃいけなくて、上から SQLite 3 Mem-Methods ですね。メモリ関係のファンクションポインターの詰め合わせ、小崎さんが得意そうなやつですよ。で、SQLite 3 VFS っていうのはファイルシステム関係のファンクション、あとユーティリティ、あとアプリ全体で共有して持ちたいグローバルデータ、それから IO メソッド SQLite 3 IO メソッド構造体っていうのが、開かれたファイルの読み書きのためのメソッド、それから最後後で説明しますんで SQLite 3ファイルっていうのもあります。SQLite 3 Mem-Methods って見たら分かるとおりロックとかフリーとかそういうのがいますよね。SQLite 3 VFS っていうのは例えばオープンね、ファイルを開くやつ。この PUP データっていうのがなんかグローバルなデータをここに自由に突っ込んでいいっていうところで、あと例えば現在時刻を取るセレクトカーレントタイムスタンプとかやりたいときに、ハードウェアから時刻を取ってくるための関数とかを詰め合わせます。で開かれたファイルに対しての構造体は、クローズとかリードとかライトとかがあって、これらの構造体を SQLite 3のイニシャライズ時にバーンと渡してあげることで、SQLite 3は自動的にそれを呼んでくれるから、ファイルシステムのないいわゆるファイルシステムのない仕組み上でもこのシングルファイルデータベースシステムが正しく動くはずというふうになっています。でさっき飛ばした SQLite 3ファイル構造体は何かっていうと、これはちょっとトリックがあって SQLite 3ファイル構造体の先頭のメンバー1個しかないんですよ。これは SQLite 3が規定している構造体ですけど、さっき見た IO メソッド IO 関連のメソッドの、構造体がメンバーとして最初にいるだけなので、要するにただ同じポインター指してるだけなんですけど、これをですねキャストするCRuby でよく使うテクニックですけど、これは僕の方の実装ですね。 PRB ファイルっていうところの先頭の SQLite 3ファイルポインターはこれとこれは同じものを指すから、キャストすれば同じものを取り出せるし、キャストしなければ同じものが取り出せるし、メソッドが取り出せるし、PRB ファイルにキャストしてあげるとさらに、Ruby のランタイム環境へのポインター、ファイルオブジェクト R バリューってやつですね、いわゆるとかの
データを SQLite3 にこっそり持たせて SQLite3 はそれを知らずにポインターを持ち回ってるだけなんだけど Ruby そのものを運ばせるというトリックです。こういうテクニックを使って、実装を進めていきます。で、PRB-VFS Open という関数はもちろん僕が作っている方の関数で、VFS 構造体こういう構造体をプロバイドしてくださいって言われてるやつのどっかにこのポインターがいますね。でさっき APP データっていう、グローバルなものをここに VM 突っ込んでおけばランタイムにいつでもアクセスできるようになります。でさっきキャストのところで心配になった人いると思うんですけどサイズ違うじゃんって。サイズもここで知らせておくことができるんで SQLite3 はこのサイズをメモリ確保してなんとかやってくれるからその中身については SQLite3 側は感知しないけどこのサイズは持ち回ってくれるんであとその中身をどうするかは僕らの自由で、例えばデータベースをオープンするときに何が起きるかっていうと内部でこれ登録してあるから VFS オープンっていう関数が呼ばれて引数の何が渡ってくるかも決まってます。その中に SQLite3 ファイル、構造体のポインター P ファイルっていうのがいるからこの P ファイルをさっき言った通り PRB ファイルにキャストします。キャストすると、グローバルオブジェクトである VM をこいつに登録することができるしメソッドのポインターの詰め合わせを、渡すことができる。これによってこの開かれたデータベースが、自分がどういう関数で操作されるべきかというのを自ら知っている状態にすることができる。でここから別の関数に飛ぶんですけど PRB ファイル new っていうところに飛んでこの中で、Ruby を呼ぶんですね。最終的に呼ばれるのがどこだPRB ファンコールって後で説明しますけどファイル new っていうのを呼ぶと、Ruby レベルのメソッドファイルクラスの new メソッドを C で呼んでいるコードになります。一昨日松本さんの説明にあった通りレジスタ型マシンスタック型じゃなくて MRuby はレジスタ型なんで横に並んでいるイメージをしてください。MRB バリューを3つ確保します置き場所を。で最初はちょっと無視してセルフが入るんですけど後で。Ruby のオブジェクトのストリングをこれ ZName ファイル名ですね。でモードちょっと詳細は飛ばしましたけど読み込みなのか書き込みなのかってモードですよね。ファイル new のここの第2引数に渡すじゃないですか。それを作ります。で、そこの先頭のアドレスと、やりたいことと引数の数を渡してあげればこれで内部でピコ Ruby のファイル new が C 言語のレベルで呼ばれる。で呼ばれたら開いたファイルは読み込みたいので読むことについてもざっと説明すると IO メソッド構造体の中に IO リードっていう関数が登録してあるんでなんかファイルの読み込みをしようとするとつまりセレクト文を発行しようとしたりすると内部で自動的にこれを読んでくれるからこの関数に来ます。であと同じです。ファイルリードっていう自分で実装したリードの、関数を実行してこれもやってることは同じで、引数一つでいいからセルフとここはセルフですねレシーバーファイルインスタンスでこれが読み込みたいサイズリードメソッドですよねファイルのリードメソッドの引数やってあげるとこの Z-buf の中に、読んだファイルの中身が入ってくるのでそれを SQLite3 がいいようにやれると。で PRB ファンコールっていうさっきから何回か出てきたのがその Ruby メソッドを C レベルで呼び出すための、ユーティリティ関数みたいなことになっていてなんて説明が書いてありますが Ruby メソッドを表現する C ファンクションへのポインターを引数と取る関数ポインターを引数と取ってで、R バリュー MRB バリュー MRBC バリューなんて呼んでもいいんですけど Ruby オブジェクトのポインターと引数の数を呼ぶっていうこういう関数を作りました。でここで疑問があって、SQLite3 がファイルメソッドを知ってるのおかしいじゃんって Ruby じゃ普通そういうことないのでなんでそんなことになるのやらっていうのが、疑問としてあると思うんですけどちょっと悪いことをしていて CRuby じゃ普通やらないしマイコンだから許されることなんですけどファイルクラスの下に VFS クラスっていうのを作ってそれが
ファイルクラスに作られている Ruby のメソッドへのポインターの詰め合わせをゴニョゴニョした Ruby のインスタンスとして生成してそれを Ruby オブジェクトとして返してしまうメソッドをクラスメソッドを作り、それを受け取れる側口を VFS メソッドイコールっていうクラスを SQLite 側に作って、こうやって結合してあげることで SQLite3 が後でファイル関係のメソッドをコールできるようになります。今説明したことを Ruby の側から、もう一回見直してみると、メソッドを登録します、データベースを開きます、中でさっき説明した通り、いろんな関数が呼ばれて結局ファイルニューが呼ばれます。で読み込みしようとするとなんかいろいろ呼ばれて結局ファイルリードが呼ばれます。SQLite3 の Ruby のレベルから C で実装されている SQLite3 ライブラリの中に一旦潜った後 Ruby レベルのファイルクラスに再浮上してくるっていう動きになってます。でこれは、ピコルビーがベアメタル向けの、環境なのでファイルクラスっていうのはいわばシステムコールのオープンとかと同じ役割を果たさないといけないので、それ以外に方法がないのでこうなってるっていうことですね。やり遂げた。で SQLite3 がマイコンで動いて何なのって思うと思います。愚問ですよ。愚問なんだけどマイコン上で Ruby パーサー書いて Ruby コンパイルして何なのってある偉い人にも言われたんですけど、さっき見せたシェルが動いたじゃないですか。ね、できることで誰もやってないことがあるんだからやったら何か使い道は生まれるんですよ。で、SQLite3 がついにマイコンで Ruby で動くようになりました。で IoT で使うとしたら例えばネットワークのない環境でいきなり構造化したデータを、保存するっていうのに使えるし、ログのファームウェアアップデートのログを入れるとか、UI のコンフィギュレーションをもうデータベースファイルコピーすればいいだけなんでシェアしたりとかできますよね。あとこれただの思いつきなんですけど、昨日関さんの話聞いて思いついたんだけど、インメモリ SQLite3 データベースをビルドしてピコルビーでくるんだバイナリを作って、それを並列に並べてラクターでぐるぐる回してインメモリの SQLite3 を並列にバンバン動かすみたいなこともすごく小メモリで動くんでめちゃくちゃたくさん回せるはずみたいなことも可能性としてはある。で今回作ってきたのはそんな難しいことはできないので、このキーボード用に、サンプルアプリを作って実際に動くんだぞっていうことを見せないといけないと思うので作ってきました。この中見えないんですけど、裏を見るとさっき見せたデモと同じですよ。これと同じ構成が裏についてて SD カードとリアルタイムクロックがつながってるので、SQLite3 データベースファイルを SD カードに保存することができる。時刻も取れる。で良いキーマップを作りましょうっていう取り組みです。キーボードのこう叩いたキーを全部一個一個記録するんです。こいつがおのずからおのずからね、ログエブリプレイスオブアルファベットだけで連続したキーの入力はちょっとパフォーマンスの問題も心配だったんで無視するようにわざと作ってます。でそれで記録したデータベースファイルをラップトップデスクトップにコピーしてきて、分析すればいいわけですよ。ファイル共通なんだから。これがキーマップの中にこれだけのコードを追記して、これをドラッグ&ドロップするとこの中で自動でコンパイルして動き出すんですけど、これ前半が、要は立ち上がったらテーブルを作るっていうだけですね。あとプリペアドステートメントで、何のキーだったのか時刻はいつなのかのインサーションの準備をするだけです。であとは、キーボードが動き出したら、呼ばれるコールバック関数がこの before リポートっていうのがあるので HID リポートをする直前にこれが毎回呼ばれるから、その中でどこだステートメントをエグゼキュートしてどのキーと今何時何分何秒何ミリセックまでを毎回記録するっていうのがこの中で実際に動いてるわけです。なんか反応しなくなったぞ。なんかおかしい。あれ何これ。嘘。やばい、亀が戻っちゃったですね
でもねここに時計あるから大丈夫なんですよ。だから松本さんもカメラなかったのかな。で、記録されたものはダンプするとこんな感じです。わかりますね。ハローワールドルビーって打つとこういうふうになってるんですね。でどうやってアナライズするかの戦略を考えました。もちろん一番打たれてるキーを打ちやすい指のところにアサインしたい。で人間両手でキーボードを少なくとも僕は両手で打つので、Ruby って打ちたい、下の方見てください。Ruby って打ちたい場合は R と U が左右に分かれてた方が早いと思われる仮説です。で B も左右に分かれた方が早いと思われるという仮説があるので、 RUBY って人差し指で入力できれば、それはRuby を打つために最適なキーマップですよね。Ruby って言葉を打つために、そういう戦略で、考えていきます。で考えてそれを結果を出力する Ruby は CRuby で書いてパソコン上で動かすんですけど、本質的にはもちろんマイコン上でもこれが動くわけですけど、一旦その隣接した入力のキーの情報とその間の間隔ですね、何秒間隔で打たれたかっていう情報に変形した別のテーブルを一回作って、キーインターバルっていうテーブルを作って作ります。でそこに、手前で打たれたキー、次に打たれたキーの組み合わせとその間隔ですね、秒間隔を入れていきます。で最終的にもうこの辺大した話じゃないんで、最終的にどういう結果を表示するかの構造でオブジェクトを作っておいて、ここでちょっと説明はしないですけど、左右のキーに対してよく打たれるやつを人差し指から、で反対側の人差し指にそのペアになるやつっていうふうにどんどん埋めていくっていうふうにここでやってます。で、それを最終的にコンソールに表示する部分がこれで、このぐらいの何行ぐらいあるんですよね、これ100行ないくらいでやるとこうやって、キーマップが作れた。これが僕の考えた最強のキーマップ。インデックスってのは人差し指、ミドルが中指、リングが薬指、ピンキーが小指ですね。インデックスは人差し指はだいたい2列やると思うんですけど、これよく見てください。なんかおかしいんですよ。なんか人差し指のところに HJKL っていうのがなんか集中してるんですけど、これおかしくないですか？おかしいですよね。それはビムを使ってるんで、カーソル移動で使うキー一番叩くに決まってるので別にこれプログラミングとキーマップの最適性とは何の関係もないキーが一等地を占めてしまって、今回の試みは失敗に終わりました失敗に終わったんですけど、データベースは動いたんで、よし次行くぞっていうことでピコルビーでついにデータベースが動きました。次何やってるかまだなんかキャリアの集大成とか松田さんに言われたけど、全然そんなことはなくて、まだこれからやることいっぱいあって、シェルをさっき見せたシェルまだまだプアなんでもっと良くしていきたい。ネットワーク機能、Bluetooth 機能、 API ドキュメンテーションは全然ないので、ピコルリマみたいのを作りたいと思っているのと、あとなんか同人誌っていうか薄い本をですね英語で書きたいなって思っています。なんでかっていうと、マイコン向けのスクリプティング言語実装、マイクロ Python っていうのがもう圧倒的に強いのです。で僕が一人でピコルビーで立ち向かってるっていう状況なので、なんとか追いついていくためにみんなここ、スキャンして、スキャンしてピコルビーと PRK ファームウェアにスターを押してください。それによってスター本当重要なんですよ。みんながスターを押すことで、杉原さん撮ってるけど、杉原さんは多分もうスターを押してる。そんなことないか。 GitHub アカウント持ってますか？ぜひスターを押していただいて、まだ時間はたっぷりある、まだ1分あるので、それが僕の力になり、開発が先に進むんじゃないかなと思います。なんかこれを写しときたいけど雑談をするには別の画面を見せたいみたいな葛藤がありますね。もういいか。あと1分ぐらいあるんで、難しいな。いいや、終わりにしましょう。はい、これにて私の話は終わりです。ありがとうございました。